ボートの中の三人。三人はボートの中に身を伏せて、頭だけを持ち上げて、じっと親船を見つめていました。もし海賊の一人が友の方へ出てきて、ボートの三人を見つけるようなことが起こったら、何もかもおしまいです。今度捕らえられたら、どんな恐ろしい目に遭うかわからないのです。じっと息を殺して見つめていますと、すぐ目の前にあった海賊船の大きな船尾が、みるみる向こうへ遠ざかっていきます。5メートル、10メートル、20メートル。そして、いつの間にか、もう大きな声で呼んでも聞こえないほど遠くへ隔たってしまいました。少年たちは助かったのです。賊はお酒に酔っ払っていて、少しもそれと気づかなかったのです。もうあとは港港まで漕ぎ戻るだけです。そこには日本人の商館もあるのですから、そこへ駆け込んで救いを求めさえすればいいのです。港の方角を見ますと、はるか向こうに星のような灯火がちらちらと瞬いています。約5キロもあるでしょうか。でも3人が力を合わせてボートを漕げば、きっと港へ着くことができるでしょう。さあ、保くん、君と僕とで漕ぐんだ。そして疲れた方が哲夫くんに代わってもらうんだ。哲夫くんはダッシュをやっておくれ。いいかい？琴の一郎くんが大人のような真面目な調子で指図しました。少年たちにはオールが重すぎて、なかなか自由になりませんでしたが、そんなことを考えてる暇もありません。一郎くんと保くんとは、太いオールにしがみついて、死に物狂いに漕ぎ始めました。幸い、海は静かでした。外海のことですから、無論波はあるのですが、いつか出会った嵐に比べたら、このくらいの波は波のうちには入りません。ボートはガクンガクンとうなずくように揺れながら、港に向かっておぼつかなく進んでいきました。はじめのうちは確かに一漕ぎずつ港の灯火に近づいていくように思われたのです。いくら遅くても夜明けまでにはきっと港に着けるに違いないと三人は勇みに勇んでいたのです。ところがどうしたことでしょう。200メートルほども漕いだかと思うと、突然ボートが進まなくなってしまったではありませんか。漕いでも漕いでも同じところにいるような気がするのです。いや、同じところにいるのならまだいいのですが、どうやら港とは反対の方角へだんだん遠ざかっていくような気がするのです。おい、君たち、しっかり漕いでくれよ。なんだかボートが後戻りしているみたいだぜ。ダッシュの哲夫くんが怪訝らしく叫びました。漕いでいるんだよ。ねえ、一郎くん、こんなに一生懸命に漕いでいるのに。保くんが不平らしく大声に答えました。でも変だね。なんだかボートは進んでいないようだよ。保くん、試しに漕ぐのをよしてごらん。一郎くんの指図で二人ともオールを上に上げてしばらくじっとしていました。するとどうでしょう。ボートは何か生き物に引っ張られてでもいるように、目に見えてぐんぐん後戻りを始めたではありませんか。おや、変だね。気味が悪いや。サメかなんかが引っ張ってるんじゃないのかな。保くんがおどけた調子で言いましたが、その実、内心ではぞーっとしているのです。黒い波頭がなんだか大きな怪物の背中のように見えて、じっとしていると無性に怖くなってくるのです。あ、わかった。わかったよ。突然ダッシュの哲夫くんが叫びました。ここに強い潮流が流れているんだよ。僕たちはその中に巻き込まれたんだよ。海の中に強い勢いで一方に流れている川のようなところがあります。それを潮流とか海流とかいうのです。あ、そうだ。
潮流だね。じゃあ、ここを突っ切れば静かなところへ出るんだね。さあ、保くん、ここ。頑張るんだぜ。哲夫くん、舵を曲げてくれよ。潮流を横切るんだから。一郎くんが力づけるように叫びました。そして二人はまたオールにしがみついたのですが、もう疲れているものですから、思うように漕ぐこともできず、いくら頑張ってもボートは流されるばかりです。潮流の幅がどのくらいあるのか、漕いでも漕いでもなかなか突っ切れないのです。いけない。風が吹いてきたよ。ほら、あんな大きな波が。哲夫くんが叫びました。三人の方にそわーっと風が吹きつけました。そしてみるみる黒い波が高まり、ボートは矢のように流されるのです。哲夫くん、代わっておくれよ。僕はもうダメだ。保くんが弱音を吐きました。そして今にもひっくり返りそうなボートの中で、やっとのことで哲夫くんと席を変わりましたが、しかしいくら漕ぎ手が変わっても、風と潮流と二重の力に押し流されるこのボートをどう漕ぎ返すことができましょう。それに哲夫くんは三人の中で一番賢い代わりに力は一番弱いのです。太いオールと取っ組み合って今にも後ろに倒れそうに見えます。ダッシュの前にうずくまっていた犬がこの騒ぎに怯えて悲しい声で吠え始めました。風の音、波の響き、遠吠えに似た犬の声。右から左から襲いかかってくる大入道のような波頭。その中を吹き流され、押し流される小さなボート。もうこうなってはいくら頑張っても子供の力ではどうすることもできません。あ、いけない。哲夫くんのけたたましい叫び声が聞こえました。え、どうしたの？オールを流しちゃった。あそこだ。哲夫くんは夢中になってボートから体を乗り出し、流されたオールを拾おうとしましたが、ちょうどその時、どーっと押し寄せた大波にボートがガクリと横倒しになったものですから、はっとして身を引くと、その間にオールは黒い波に飲まれて見えなくなってしまいました。後にはオールがただ一本。一本のオールでは漕ぐわけにはいきません。いよいよ運の尽きです。泣いたとて、わめいたとて、遠く海岸を離れた真夜中の海の中。誰が助けに来てくれるものですか。それに、どうすればいいのでしょう。最前まで星のようにきらめいていた港港の灯火さえ、いつしか見えなくなっているではありませんか。ボートはもうそれほど遠く押し流されてしまったのです。ただ一面の闇の中、黒い風、黒い波、その恐ろしいざわめきに混じって子供の泣き声が聞こえてきました。一番無邪気な保くんが犬と一緒に泣いているのです。一郎くんも哲夫くんもその悲しげな声を聞きますと、胸の底からぐーっと何かが押し上げてきて、ボロボロと涙が流れるのをどうすることもできませんでした。三人は声を揃えて泣き出してしまったのです。懐かしいお父様やお母様の名を呼んで、まるで赤ん坊のように泣き叫ぶのでした。その間にも、ボートは暗闇の沖へ沖へと、行方も知らず流されてゆくのです。矢のように押し流されてゆくのです。かわいそうな三少年の運命は、一体どうなることでしょうか。